辞めたいって言い出してから引き止めるの遅いですよ。あ切りないなと思ったんですよ。最後どうせ辞めるんですよ。あ。不平不満は聞きません。うん。改善案は聞きます。こんにちは。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容を話しています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、本日もお願いします。お願いします。今日の相談がですね、最近部下の一人が突然辞めたいっていうふうに言い出してきて、引き止めるべきか正直悩んでるんですね。大事な人材を失いたくないって思う反面、無理に引き止めるのも良くないかなみたいなことをすごく考えてしまうんですけど、森社長のそういった時のスタンスっていうんですかね、その辺をちょっと聞きたいですね。そうですね。なんか別に僕のスタンスは辞めたいのは辞めればいいじゃんとっていうスタンスなんで、会社内でもよく言ってますよね。辞めた人は辞めればいいじゃん。いいよ全然。だってしょうがないじゃん。もちろんみんな大事ですけど、だって辞めたいんでしょ。僕が言うのは、基本辞めたいなら辞めればいい。それはまずその人の感情というか。で、僕としては、その人の立場に立った時に、今このタイミングで、今この内容で、アップルを辞めることが、あなたの人生にとって、プラスに作用しそうか、マイナスになるか、みたいな観点では、辞めない方がいいんじゃないとか、いうことはありますけど、まあでも決めるの自分なんで、本当に辞めたいんだったら辞めればいいんじゃないのみたいな。基本は引き止めないですか？辞めたいって言い出してから引き止めるの遅いですよね。まあ、とは言いながらも、当然大事な人材だったら、一応頑張って引き止めようとはしますけど、スタンスとしてはとにかく別に辞めたいのは辞めればいいんじゃないのみたいな感じですよね。なんでそういう感じになってるかっていうと、僕思うんですけど、結論、辞めないで辞めないでっていう会社と、言うなら辞めていいよっていう会社は、後者の方が辞めないですよ。そうですか？はい。なんでなんですか？なんでしょうね。思うに、辞める相談というか辞めようと思ってますっていう時って、辞める理由はそれぞれあるわけですけど、こういう人がいるなってことに気づいたんですよ。まず一つ目。構ってほしい人。構ってほしい人。例えば、社長、僕ちょっと辞めようと思うんですけど、みたいな。昔は僕も一生懸命聞いてたんですよ。なんで？理由は？みたいな。これが嫌で、こうで、ああで、いや、なんとか頑張ってよと。こっちもお前必要だからさ、ちょっと飯食い行こう。まあいろいろ喋って、わかりました、もう一回頑張ってみます。で、まあ大体になるわけですよ。でも気づいたら半年後ぐらいに、またテンション落ちてるんですよ。お前さ、どうした最近元気ねえじゃねえか。やめようかどうしようか悩んでるんですよ。またかよみたいな。最初は1年スパンだったものが、10ヶ月になり、8ヶ月になり、お前何回やめようかって俺に言ってんだみたいな。結論、どっかでやっぱやめますよね。引き伸ばしたに過ぎない。なるほど。これって、いいことは、場合によっては引き伸ばせる。相談を受けた人は自分が止めたみたいな自己優越感みたいなのを感じちゃう。なんですけど、反対にデメリットがあって、要は、それに付き合ってあげちゃうんで、寂しくなったら、悲しいことがあったら、やめようって言ったら、時間作ってくれるんですよ、相手が。結局、やめるって言ったら、自分とご飯食べに行ってくれる、話してくれる、時間を作ってくれるっていう心理働いてるんですよね。社長とか、例えば上司と話したい時間があったりとか、自分が何か困ったことがあって、誰かに話聞いてほしい時とかのネタになっちゃうんですよ。繰り返されますよね。当然。どんどん OK だったらどんどん来る。切りないなと思ったんですよ。最後どうせ辞めるんですよ。だったら、この時間は何だったんだって思うんで、辞めるって言わずに頑張ってる人が、今度、ふてくされる可能性ありますよ。それありそうですね。いつもなんか社長あいつにはさ、時間作ってさ、ご飯食べ行ってさ、こっちはさ、辞めるとか言わずにさ、一生懸命頑張ったら全然飯連れてってくんねえし、とか、時間使ってくんねえし、とかいうやつがやっぱ出てくるんですよ。じゃあ俺も辞めるって言ってみようかな、って。これ最悪なんですよ。悪循環ですね。だからやっぱどっかのタイミングで、基本的には、構ってほしい系の人は、構うのやめた方がいいですよね。癖になっちゃうし。だからどっかで止めないと。それじゃやめちゃうかもしれないと思ったら、しょうがないよねって。結果は一緒ですもんね。っていうのが一つ。構ってほしい人。二つ目は、やめようかなみたいなネタに交渉してくるやつがいるんですよ。なるほど。社長相談があります。やめようと思ってます。なんで？いや、実は他の会社から今より給料3万円高く誘われてるんです。僕はアップルが好きなんですけど、ちょっと向こうの会社やっぱ3万円はでかいんで、最初はね、そうかと。
3万円ぐらいだったら払った方がいいかな、新しい人採用するにもみたいな。じゃあ3万円払ったらやめないってこと？はいとか最初は対応してたんですけど、これもしかして本当にやめる気なかったんじゃねえのみたいな。なんなら確か3万円高いって嘘じゃねえのみたいな。っていう出来事があったわけですよね。そうなんですね。これまだマシな方で、会社のここが不満でもっと交渉してしてほしくて、これ全然変わんないからやめますって言ったら、ちょっと待ってくれよと。それ改善するよと。って言って止めちゃうと、不満があった時毎回言ってくるんですよ。なるほど。賃金もそうだし、不平不満もそうだし、辞めるを交渉ネタに使ってたんですよ。これを一回 OK しちゃうと、握手しちゃうんですよ。なるほど。だからムカつくことがあったり、不満があったら、こんなんだったらやめてやるって言いながら、これ改善してくれっていう交渉。と、周りも真似してくるんですよ、それ。だから、これも良くないんですよ。これ2つ目ね。主にはやっぱりこういうのが多いんで、基本的には、とある時から僕はこう決めたんですよね。やめようかなとか、ネガティブな人に時間を使うんだったら、結果出してる人、ポジティブに働いてる人の方に時間を使おうっていうマイルール。やめるというネタの交渉は一切応じない。なるほど。不平不満変えてくれなかったらやめるみたいなこと言われたら、しょうがないんでやめた方がいい。全然やめてもらっていいですよ。交渉しないんで僕は。っていうスタンスもしばらくしていて、今は誰も言ってこない。誰も言ってこないですか？やめるネタは交渉には使えないですよ。もう浸透したんですね、社内で。私はそういうの嫌いだから、言ったら、やめりゃいいじゃんって言われるだけだから、言っても意味がない。そっちの方が結果いいっすよ。要は言い方悪いけど、交渉カードを向こうが握ってることになっちゃうじゃないですか、やめるって。そうですよね。本来違いますよね。だから、人は大事だし、やめてほしくはないですけど、そういうことを逆に容認しちゃうと、やっぱね、そういう人たちの巣窟になりますね。そういう先輩だとしたら、後輩もそのうち調子乗ってきて交渉してくるんですよ。全然いいんですよ、別にその会社のこうしてほしいとか、ああしてほしいとか、ここが良くなったらもっと良くなるとか、全然提案いいんですよ。なんだけど、辞めるをカードに持って交渉してくるやつはもう全部却下です、でも別に普通に辞めるとかカードがなくて、会社もっとこうした方がいいんですよねとかっていうのは、そう思うから言ってくれてるからいいじゃないですか。だからそういうルール、批判もそうですよね。不平不満は聞きません。改善案は聞きます。批判は聞きません。提案なら聞きます。みたいな感じします。なるほど。僕のその部下もそうですけど、やっぱそこの話し合いっていうか、相当丁寧にやらないといけないですね。なので、ちょっとここではあんまり深く喋ってもしょうがないんですけど、基本的にはやめたいんですけどって言ってから引き止めるんじゃなくて、やめたいって言わせるまでの間に言わせないようなコミュニケーションを取りましょう。っていうのが一つ。やめたいって言われて相談を受けて、それが別に普通にちゃんとした相談を全部、やめたいんじゃないっつって。しょうがないよね。やめたいんでしょ。やめたいと思う会社で働くのはお互い不幸じゃんっつって。俺も辞めたいとか思ってる人に、頑張れとか言いたくないし、あなたも辞めたいと思ってる会社で働いてるの苦痛でしょ。お互いのためだよっつって。そのスタンスは一番いいかもしれないですね。お互いにとって。辞めたいなら辞めたらいいんじゃないっていうスタンス。なので、辞めたいんですけどって言われてから引き止めるのが遅いので、対処法としては、ちゃんと日頃からコンディションチェック、コミュニケーションはして従業員のことを把握することはしましょう。ちゃんと継続する文化とか、要はルール、例えばうちで言ったならば、辞めるとき研修みたいなね。辞めるとき研修？辞める研修みたいな。研修の中にあるんですよ。辞めるときはどういうときがいいか。辞め方研修みたいな。とかやってたりとか、前も言ったように、基本、調子いいときにちゃんと教育しておく。辞め方について。事前予防をちゃんとしましょう。なるほど。次は、辞めたいと言われたら、構ってほしい人とか交渉してくる人は、もうそれは基本対応しない方がいいですよと。時間の無駄なんで。それが文化形成にも実は悪い影響を及ぼすので。どうしてもこの人に辞められたら困るって、もちろんありますよ、感情的に。でも業務的には、それ俗人化してるってことじゃないですか。そもそも仕組みごと直したらいい方がいいんじゃないみたいな話なんで。確かに。交渉事が結構似てると思うんですけど、どちらが優位性を持つかの話なんで、別に会社としてはしっかり仕組み作って、ね、辞めたら損みたいな形の設計もして、まともな人が
頑張って継続できるような形を取りつつ、致し方ない退職はしょうがないですけど、不用意なその辞めに関することに関しては、文化として交渉なんかないし、どうぞ辞めたければ辞めてくださいと、しょうがないですよと、いう感じにしていった方がいいですよ。去るもの追わずじゃないですけど。そっちの方がこっちに優位性ありますよ。だってこっちとしてはスタンスは、だから辞めたいなら辞めればいいじゃんって思うけど、でも基本的には辞めたくないとか、続けたいと思う会社を作りたいし、それを別に羽交い締めにしてまで辞めさせない理由はないんだ。だってそう思わなかったってことだから、それはこっちの仕組みの負けだったりとか、業績がうまくいってない負けだったりとかだけなんで、その人を責めることでもないし、自分たちの結果が出てなかったり、思いが届いてなかったり、仕組みがうまくなかったりっていうだけの話なんで。でもそれをちゃんとそうしようと思って作ってるからこそ、これで嫌なんだったらもう価値観がないんでやめた方がいいよみたいなぐらいを目指してるわけですよ。なるほど。めっちゃ勉強になりましたね。ありがとうございます。辞めたい社員には辞めてもらっていいんじゃないですかね。ただ本当に大事なのは事前の予防ですということを前提に、辞めたいって相談されたら構ってほしい人、交渉してくる人いますんで、そういうことを受け入れるとどんどんそれが悪しき前例となってしまうことが多いので、気をつけて、辞めたいと言われたらしょうがないと、辞めたらいいじゃんと、辞めたいんだったらと、お互いのためだと言えるような会社の文化づくりとか、そういったことを努力していただければいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。皆様からいただくいいねやコメントは見ていまして大変励みになっています。この動画が気に入った方はぜひいいねやコメントをお願いいたします。